これでわかるフリードリヒ大王。三代目プロイセン王のフリードリヒ2世。ナポレオンやヒトラーが大ファンだったと言われています。ヒトラーはフリードリヒの起こした奇跡を夢見、ナポレオンは彼を尊敬して、もし彼がまだ生きていたら私はここに立っていなかっただろうと言ったとか。大王と呼ばれるだけあって強い国を目指す政治を行ってきたのですが、実はもともとはそういったパワーよりも芸術的なことを好む繊細な男の子でした。なぜそんな彼が変わっていったのか、フリードリヒの生涯を覗いてみましょう。1712年、プロイセン王の息子として生まれる。父はフリードリヒ・ヴィルフェルム一世、母はソフィー・ドロテア。この父がまた強烈なキャラクターでした。軍人王と呼ばれています。倹約家で彼にとって無意味に感じる贅沢な装飾品、芸術などは全て排除。資金作りは全て軍を強くするため。の前の代のフリードリヒ一世が贅沢で有名なフランス王ルイ14世に憧れていたものですから、華やかな宮廷を作りたくさん浪費していました。ただプロイセンは産業もないので経済的に潰れそうになります。そして引き継いだ軍人王はそれを立て直すためにまず人口を増やそうとユグノーを受け入れました。ユグノーとはカトリック側の呼び方ですが、当時迫害されていたプロテスタントの人たち、特にフランスですが、迫害されて宗教難民になったユグノーが多くいて他国へ移っていました。彼らの中には経済力のある人たちが多くいました。カトリックでは貯金をすることも良くないとされていましたが、プロテスタントではそれも許されていて、お金を作り出す職業の人が増えていました。なのでユグノーを受け入れることで人口も経済も両方潤ったのです。軍人王と呼ばれるだけあって、とにかく富国強兵を目指します。ただ彼の息子として生まれたフリードリヒは父とは全く違う性格でした。繊細でおとなしく、趣味はフルート、読書、詩など。これは母ソフィー・ドロテアに似たようです。ソフィーは芸術を愛し大切にしていました。フリードリヒと姉ベルフェルミーネはその影響を受け、母の宮殿で詩を作ったり自由に芸術を楽しんでいました。教育係はフランス人のラクール夫人で文化的な人だったので、そこからまた文学の素晴らしさにも惹かれます。ただ6歳頃から軍人が教育するようになります。帝王学をみっちり叩き込もうと父が決め、分刻みのスケジュールが与えられます。フリードリヒはそれをちゃんとこなし、自由時間にフルートなど自分の好きなことをしていました。ただ父はそれすら許せませんでした。王となる者として自覚が足りない。息抜きすらできません。16歳の時、ドレスデン訪問。軍人王はフリードリヒを連れてザクセン選定校ポーランド王アウグスト2世を訪れました。仮面武道会、花火、喜劇やバレエとどれも自分のところでは禁止されたものばかりが披露されます。フリードリヒはそのキラキラとした贅沢に目がくらみ、酔っ払った挙句性病にかかったとされています。当然軍人王を切れます。そこからほぼ虐待と言えるような日々が続きます。殴られるのは当たり前、ご飯も与えられないことも。その2年後、このままでは殺されるとイングランドへの逃亡を計画。王太子逃亡未遂事件。イングランド大使に助けを求めるも受け入れられないと断られます。逃亡したとなれば王太子がプロイセンを継承する可能性はなくなります。イングランドとしては受け入れるのはデメリットしかありません。それでもフリードリヒは逃亡することを諦めません。側近のカッテとカイトと一緒にフランスからオランダに行きイングランドへ渡るという計画でした。それが途中で軍人王にバレてしまいました。この時点では父は未熟な子供の家出ぐらいにしか思っていなかったので、とっくにパリにいるものと思っていたが、と皮肉を言っただけでした。ただその後、フリードリヒはカイト少佐に身を隠せ、すべては露見したと手紙を出します。これを受け取ったカイトは実際にイングランドに亡命。それを知った父は今度は激怒。なぜかというと、この時の背景としてプロイセンは英仏側につくか皇帝側につくか迫られ、軍人王は皇帝側についていました。
今回の逃亡劇でフランスからイングランドに行くというのは英仏側とフリードリヒが組んだことなのではないかと思ったからです。そして3人逮捕され死刑宣告。まずフリードリヒは要塞に監禁され、厳しい査問が執り行われました。その数185項。このうち178項目は法律家が用意し、179項以降の7項は軍人王が自ら追加したそうです。フリードリヒはとても頭が良かったので、うまい具合に答えていきます。例えば、名誉に反し脱走を防御した者はいかに処罰されるかに対して、自分が名誉に反したとは考えてません。汝は両方君主となる資格を有するかに対して、何人も自分自身の裁判官となることはできません。命が惜しいかに対して国王陛下の慈悲にお任せします。そして軍人王が最後に付け加えていた185項、継承を辞退することで命を長らえようと思うか。一番提示したかった選択はこれだと誰もが気づきます。結局は勝手だけが死刑になります。カイトはイングランドにいますので。フリードリヒが拘禁されているところを処刑台に向かう勝手が通り、二人が言葉を交わしました。フリードリヒ、俺を許してくれ。勝手、喜んであなたのために。よくフリードリヒが処刑の場を見せられ気絶したと言われますが、どうも処刑の場は見えない位置のようです。軍人王はそれを望んでいたようですが、ちょうどいい場所はなかったとか。でも処刑の場を実際見なくても気絶してしまいそうなほど辛いことですよね。このショックはとても大きく、精神的に追い詰められていきます。フリードリヒの処分はというと、ハプスブルク家の皇帝カール6世が朝廷に乗り出して、父と子の確執を修復してフリードリヒは敗着を免れました。数週間後、フリードリヒは父に向けた手紙で、父の意向に慎んで従いますと言い、その後釈放され、近くの領地の管理に当たることになりました。フリードリヒ、それを機に変わります。上手に生きようと方向転換したのでしょうか。父に反発をしなくなります。というか、反発しているように見せなくなります。22歳の時、一つの連隊を任されます。ポーランド王位継承戦争。ここで実績を残して自由を少し得ます。1733年、父の命令に従ってエリザベート・クリスティーネと結婚。この時、ハプスブルグ家のマリア・テレジアとの婚約の話もありましたが、フリードリヒがカトリックに改宗する見込みがないために取りやめになったとか。妻エリザベートはフリードリヒに好かれようと様々な教養を身につけるなど努力しましたが、フリードリヒの気を引くことはありませんでした。後に起こる7年戦争が終結した時、数年ぶりに会った彼女に対してフリードリヒが言ったのは、マダムは少しお太りになったようだの一言だけだったとか。フリードリヒが口が悪いのは有名な話です。そんな感じだったので、2人の間には子供はなく、継承したのも子供ではなく甥っ子です。ただ、気の進まない結婚の代償として得たラインスベルク城での生活は大いに楽しみました。ここで父と離れて住むことができ、自由を得ました。1736年から3年間、彼が後に人生で最も幸福な3年間と呼ぶことになる時期、たくさんの本を読み、啓蒙思想の文化人を招待したりしました。その中でも特に嬉しかったのは、フランスの哲学者ボルテールとの交友。フリードリヒ・アンチ・マキャベリ論を執筆。ボルテールが考閲しました。マキャベリとはイタリアの政治思想家です。例えば彼の著書「君主論」でこんなことを言っています。君主は必要とあれば悪に踏み込むことができるような心構えを持つ必要がある。戦いには2つの種類がある。一つは法律によるものであり、もう一つは力によるものである。フリードリヒはこれらを否定し、あくまでも政府は法律に基づくものと書いています。1740年、フリードリヒ28歳の時、父軍人王が亡くなり、プロイセン王を継承します。父は最後にこう言っています。何も思い残すことはない。息子は統治する能力を備えている。軍の維持も約束した。分別もある。すべてうまくいくだろう。こう思われるようになるというのは、父から見て、フリードリヒがいかに父の認める人間像に
近づいたかがわかります。フリードリヒ2世として即位した彼は直ちに拷問の原則的廃止をし、出版、婚姻、信教の自由などを認めます。イングランドに亡命したカイトも呼び戻します。そして彼が演説で言った有名な言葉、君主は国家第一のしもべ。神から特別に恩恵を受けた特権的存在ではなく、同胞市民の信託を受け、同胞市民と祖国に奉仕すべき第一のしもべに他ならないのである、と言いました。これは一見民主主義的な感じがしますが、そうではありません。国民のために働くけど、国民の意見は聞きません。合理的にことを進めるために、決定権はあくまでも王にあります。彼は啓蒙専制君主と呼ばれます。啓蒙主義というのは理性で考えることを大切にすることです。それまではキリスト教が絶対で、その教えに疑問を持ってはいけないとされていました。ただ、ローマ法王の権威が落ちてきて新しい考え方が出てきます。つまり、神に答えを求めるのではなく、今までの慣習を理性で批判的に見ていくというのが啓蒙主義の考え方。なので、啓蒙主義イコール人に優しいというわけではなく、理性で考えた結果がどうなるかはその時によります。その証拠にフリードリヒは即位後、すぐにシュレーゼンに侵攻しています。オーストリア継承戦争。1740年にカール6世が亡くなると、フリードリヒ2世は皇帝選挙でマリア・テレジアの夫フランツ・シュテファンに投票することを条件に、シュレーゼン地方のいくつかの領地の割譲を求めました。オーストリア側マリア・テレジアはもちろん拒否。ここでこの後最大のライバルとなるマリア・テレジアと対立します。彼女に関してはこちらの動画もよかったらご覧ください。拒否されるのは分かっていたプロイセン。これを理由に侵攻を始めます。この場所は地下資源が豊富な工業地帯で、川もあり、軍事的に重要な山脈もありました。プロイセン軍は父の代から鍛え上げられていたため勝利します。ちなみにこの戦争の最中にフリドリヒ2世の命によってわずか2年で建てられた三数子宮殿というのがあります。ここで芸術を楽しみ、啓蒙思想家とたくさん時間を過ごすことになります。ボルテールが一時期滞在したことでも知られています。オーストリア継承戦争はアーヘンの和訳によって終わり、プロイセン王国のシュレーゼン領有が認められます。ですが、マリア・テレジアは諦めません。7年戦争へ突入。この時、プロイセンにとって不利な外交革命が起こります。オーストリア・ハプスブルグ家とフランス・ブルボン家は長いこと敬遠の中だったのですが、なんと手を組み、そこにロシアまで入りました。そんなことありえないと思っていたフリードリヒ、完全に読み間違えていたようです。その三国の同盟を進めたのが女性3人だったために3枚のペチコート作戦と呼ばれました。それによりプロイセンは追い込まれます。事態はもはや絶望的と思われた時、フリードリヒはベルリンの留守を預かる大臣に宛てて手紙を書いています。我が兵は混乱しきっている。私は3度も再編した。最後には私は捕獲の危険にさらされ、逃走するほかなかった。銃弾が私の上着をかすめ、私の2頭の馬は射殺されてしまった。私が生き残ったことは不運でしかない。48,000名のうち、とどまったのはたったの3,000名でしかない。こうして私が手紙を書いている間にも、みんな次々逃げていく。私は生きて祖国の滅亡を見たくはない。さようなら、永遠に。この遺書のような手紙を書いたフリードリヒですが、なんとこの後復活します。ブランデンブルクの奇跡。この時ロシア軍ではオーストリア軍にいいように利用されているとの不満を持ち、一方でオーストリア軍の方でもロシア軍がいつ裏切ってプロイセンと同盟を結ぶかわからないという警戒がありました。そんなことからオーストリア・ロシア連合軍は途中で進撃せず止まっていました。その間にプロイセン軍回復していきます。そしてそんな時、ロシアのエリザベータ女帝が52歳で急死したのです。またプロイセンにとってラッキーなことに、彼女の後を継いだピョートル3世はフリードリヒの大ファンでした。そして直ちにロシア軍を撤退させました。強いプロイセンを作ったフリードリヒ2世は大王と呼ばれました。戦後
国を復興させるためにエネルギーを注ぎ、プロイセンは大きくなります。ポーランド分割。ポーランドが隣接するロシア、プロイセン、オーストリアによって分割され、国家を消滅されました。弱体したポーランドに対し、まずロシアのエカチェリーナ2世がその全土を狙いました。それに気づいたフリードリヒ、ロシアに独り占めされてたまるかと、オーストリアのヨーゼフ2世を誘って1772年に第1回の分割をポーランドに認めさせます。このヨーゼフ2世はフリードリヒにとって最大のライバル、マリア・テレジアの息子ですが、この息子はなぜかフリードリヒの大ファンだったので、簡単に話が進みました。フリードリヒは女性には嫌われていたのですが、男性には猛烈なファンがいました。古き良きポーランドを知っている人にはびっくりなことです。もともと兄弟だったポーランド。プロイセンは宗教改革の時期、ルター派に改宗して神聖ローマ帝国から離れポーランドに着きました。神聖ローマ帝国はポーランドがバックにいるので手が出せなかったのです。そんな時代もあったポーランドでしたが、侵略されて一旦消滅します。晩年、平和を手に入れた後のフリードリヒ2世は再び三数市に戻り、穏やかな生活を送りました。たくさんのフルート曲を作曲しています。フルートソナタだけをとっても121曲。政治では寒冷で痩せた土地でも育つジャガイモの栽培を奨励し、自ら普及のために領内を回りキャンペーンを行いました。今でもドイツ料理によく使われますね。1876年74歳でこの世を去る。執務室のソファーにもたれかかったまま亡くなったそうです。寄り添う愛犬ズペルベに毛布をかけてやってくれと頼んだのが最後の言葉。彼の遺言に愛犬と共に眠りたいとありました。ですが守られず、軍人王の棺の隣に安置されました。第二次大戦後、棺は西ドイツ政府によって一族のホーエンツォレルン城に移されます。そしてドイツ再統一後、三数市宮殿のそばに設けられた墓に移され、愛犬たちと一緒に眠るという願いが叶えられました。フリードリヒ大王の性格ですが、いろいろな側面や変化などがあり、つかむのが難しい人物。例えば、口が悪く、特に女性に嫌われていたことで有名です。フランスのポンパドール夫人、ロシアの女帝、エリザベータもそうですが、彼は自分の妻について妹に宛てた手紙で、彼女は綺麗な顔、良い肌、綺麗な胸、そして細い体など良い点を持っています。しかし、深い目、醜い口、悪い歯、不快な笑い方を持ち、アヒルのように歩きます。と書かれています。その反面、母や姉と仲良く、一緒に芸術を愛する心優しい一面もあります。人格の変化があると思われるのは、父との確執、自分のために不幸になっていく大切な人たち、そして王としての使命など、自分に降りかかる問題から自国のことだけを考えてストイックに働くようになったからでしょうか。ただ、またその反面、拷問を廃止したり、私生活ではフルートなどを楽しみ、思想的には啓蒙主義を通すなど、もともと持っていたものをすべて捨てたわけではありませんでした。なんとも複雑な人物、フリードリヒ大王いかがでしたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。